はいどうも皆さんこんにちは。今回は関東大震災についてお話ししていきます。第一次世界大戦中に日本は戦場から離れた場所にいるという利点を生かし貿易を行うことで力をつけていきました。しかし第一次世界大戦が終了すると列強の生産力が回復してきて日本の商品は売れなくなってしまいます。そこに追い打ちをかけたのが大地震、関東大震災です。ということで今回の動画ではその頃の様子を見ていきましょう。江戸時代末期から富国強兵を目標にしてきた日本人は第一次世界大戦の勝利と大戦景気に喜んでいました。日本の経済は発展した、欧米列強に肩を並べた、そのように考えていたのです。しかしそんな時に貧乏物語という本が出版されます。筆者は京都帝国大学経済学部の教授川上一という人物でした。この本の冒頭は、驚くべきは現時の文明国における多数人の貧乏であるという文章で、我々が目標にしてきた欧米において実は巨大な貧富の差が存在するということを分かりやすく説明するという本だったのです。例えばドイツ、フランス、イギリス、アメリカといった列強国では人口の 65% を最貧困層が占めており、彼らはそれぞれの国で数%の富しか保有していないにもかかわらず、人口の 2% しかいない最富裕層が一国の富の60から 70% を保有しており、極端な貧富の差を示しているという話が載っていました。これまで欧米を目標に経済発展を目指してきた日本人にとってその事実は衝撃的な内容でした。経済発展は格差是正につながらない、そのようなことが分かってきたのです。そんな時についに第一次世界大戦が終了します。こうなると世界の情勢も変わっていきました。しばらくは日本の好景気が続いていたものの、日本は軍需品を数多く生産していたため戦争が終わると売れなくなってしまいます。しかもヨーロッパが商品の生産を再開すると他の商品も売れなくなりました。こうして日本では戦争の反動でバブルは崩壊、戦後恐慌により大戦景気で生まれた成金の多くは没落していきました。前回の動画でお話ししましたが、この頃の世界は第一次世界大戦に疲れ切っており、平和な世界を実現したいと思っていました。ということでアメリカでワシントン会議が開催され、日本からは加藤友三郎が参加しています。この会議でみんなで一緒に軍拡に歯止めをかけようということが決められました。こうして後に総理大臣となった加藤友三郎の下で古くなった戦艦の廃棄や作りかけの戦艦の建造中止など海軍の軍縮が実施されていくのです。しかし総理大臣就任から約1年後、加藤友三郎は大腸がんが悪化して総理大臣就任中に病死しました。ということで次の総理大臣を決めなければ。1923年9月1日、相模湾北西部を震源とするマグニチュード 7.9 の大地震が関東地方一帯を襲いました。関東大震災です。突然やってきた地震は津波も引き起こし、東京、神奈川を中心とする関東地方と静岡、山梨に甚大な被害を与えました。地震が起きたのはちょうど昼ご飯を作っている時間帯、各地で火を使っていたこともあり、東京ではたくさんの場所から火災が発生しています。しかも台風が来ていた影響もあり、強風に煽られた火は一気に広がって東京の下町は 90% 以上が焼失。特にひどかった地域では炎とともに竜巻が発生、避難していた人約3万8000人が一気に焼け死んでいます。横浜の下町もほとんど焼け野原となっており、この地震での死者・行方不明者は10万人を超え、被災者は340万人に達するという大災害でした。こうして東京は3日間燃え続け、新聞社も燃えてしまったため情報が錯綜。被害の範囲が分かったのは地震発生から5日も後のことでした。この大混乱の最中、パニックに陥った市民の間に大津波が来る、大地震がもう一度起こるといった噂が拡散されました。特に深刻な事態を引き起こしたのは朝鮮人が暴動を起こすというデマです。このデマが広がった東京では疑心暗鬼になった民衆により多くの朝鮮人が殺されています。さらに朝鮮人の裏では社会主義者が動いている
というデマも広まって、たくさんの社会主義者も殺されてしまいました。そんな関東大震災が発生した当時は、加藤友三郎が病死してすぐだったということもあり、総理大臣がいない状態でした。一応次の総理大臣は山本権兵衛と決まっていましたが、その他の大臣はまだ決まっていません。余震が続く中、テントを張って成立した第2次山本権兵衛内閣の初会議は、首相官邸の庭で行われるほどの緊急事態でした。こうして第2次山本内閣の最重要課題は、関東大震災の救援活動と東京の復興計画、この2つに絞られていきます。ここで登場するのが後藤新平です。後藤新平といえば、台湾や満州鉄道の経営を成功に導き、東京市長を経験したこともある人物です。東京の復興を任せるには適任といえる人物でした。こうして東京の復興を任された後藤新平は、東京復興計画を作っていきます。しかしその東京復興計画はあまりにも大規模で、30億円規模の経費を必要とするものでした。さすがにそれは金を使いすぎだという意見が政府内部から上がってきたため、多数の反対を受けて約6分の1の規模に改められました。この時に考えられた都市計画は、現在の東京を形作っており、環状線の明治通り、東西に通る大正通り、南北に通る昭和通りを骨格として、東京の街は生まれ変わっていきます。この関東大震災を通じて、摂政宮後の昭和天皇は悲惨な被害の実態をご自分の目で視察されています。今までは災害が起きた際に勅使を送り、その状況を報告してもらうということをしていましたが、皇太子自らが直接被災地を見舞われるといった出来事は当時異例のことでした。焼け野原となった東京の街並みは、摂政宮に大きな衝撃を与えたことでしょう。二度とこの東京を焼け野原にしてはならない、そのような決意を抱かれたことだと想像できます。このように東京は復興の道を進んでいきます。そんな中、議会の開院式が開かれることになり、摂政宮が議会に向かっていきました。そこに銃声が響き渡ります。摂政宮が虎ノ門を通ったところへ、共産主義の青年が杖の仕込み銃を使い、摂政宮を暗殺しようとして狙撃したのです。摂政宮は無事でしたが、日本社会には共産主義への恐怖心が広がりました。この摂政が狙撃されるという日本近代史上かつてない事件により、第2次山本内閣は退陣。震災やテロという突発的な事件に振り回された内閣でした。さて、いかがだったでしょうか。こうして関東大震災の復興に努めた第2次山本内閣は終了し、次に総理大臣になったのは枢密院議長の清浦圭吾です。これに起こったのが政党勢力でした。この後に及んで特権階級による内閣が成立した。反発勢力を倒せ、そう考えた政党勢力によって政党による政治を実現しようとする運動が行われていきます。ということで、次の動画では第2次護憲運動についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。